パーティーというものは息が詰まるな。ほんのちょっと抜け出すか。よし、ここなら誰も来ないだろう。なんせ姫様と私しか知らない秘密の場所だからな。ここでゆっくりワインでも飲むとしよう。会場からくすねてきたこの最高級のワインを。やはりワインは赤に限るな。芳醇な香り、絶妙な甘みと酸味、そして最後に舌に残るほのかな苦み。なんとも言えん。やっと見つけたわ。姫様、なぜここへ？なぜじゃないわよ。あなたをダンスに誘おうとしたら会場のどこを探してもいないし、おかげで私は踊りたくもない奴らの誘いを笑顔で断るのに必死だったのよ。それは大変失礼いたしました。私としたことが姫様に一言も告げずに抜け出すなど軽率でした。まあいいわ。どうせ会場のキラキラした雰囲気に疲れてしまったのでしょ。はい。平民上がりの私には未だに慣れることが難しくて。堂々としてればいいのよ。今やあなたは第二騎士団団長。王から正式に認められた誇り高き騎士なんだから。ありがとうございます。ですが、貴族や団員の中には私を気に入らないという方も多く。そんな奴ら無視しなさい。あなたの地位と実力に嫉妬してるだけの小物だわ。姫様、いけません。今は二人きりとはいえ、万が一貴族派連中に聞かれでもしたら。何よ、聞かれたらどうなるっていうの？私は間もなく隣国に嫁ぐ身。その私に害をなす人間なんているはずないじゃない。それはそうかもしれませんが。ねえ、そんなことよりあなたはどうするの？あなたは昔から、騎士になったばかりのあの頃から私を守ると言ってくれていた。私はあなたから離れたくない。姫としてではなく、一人の女としてあなたの答えが欲しいわ。姫様、私などにはもったいないお言葉です。ですが、姫様と私では身分が違います。それに女ですので、姫様と愛し合っても子供をなすことができません。そう。じゃあ、あなたは私が他の男に抱かれてもいいってことなのね。隣国の王子は女好きで有名だから、きっとすぐに抱かれてしまうわ。髪を撫でられ、唇を奪われ、胸を触られ、そして初めてもちょっといきなり押し倒すなんて。姫様が悪いんです。自分の思いには蓋をしてちゃんと我慢するつもりだったのに、私の嫉妬を煽ったりするから。私だって姫様のことが好きなんです。もう我慢しませんから。ちょっと待ちなさい。ここでするのはさすがに。あんなに煽っておいて何を言ってるんですか？姫様の髪も唇も胸も、隣国のたらし王子なんかに指一本触らせません。もちろん初めてもね。ダメよ。せめて初めてはもっとムードのある場所で。かしこまりました、姫様。初めてはまた後日いただくとしましょう。ですが、他の3つは今いただいても。優しくしなさいよ。もちろんです。お任せください。
姫様大丈夫ですか？大丈夫なわけないじゃない。誰のせいでこんなにクタクタになったと思ってるの？申し訳ありません。姫様があまりにも可愛いのでつい止まらなくなりまして。反省してます。絶対嘘だわ。それでこれからどうするつもりなの？はい、王様に話をして何としてでも姫様との関係を認めていただきます。私には姫様しかいないし、姫様にも私しかいないと。そんな甘ったるいセリフでお父様が認めてくれるかしら？認めさせてみますよ、姫様の愛に誓って。期待してるわ。私だけのナイト。